はい、こんにちは。発酵調味料教室シンプルブリューライフの早川です。この動画では発酵食の知識とか、あと食に関する知識、シンプルで快適なライフスタイルを実現するための方法などについてお伝えしています。シンプルでかつ快適な生活を送るためにですね、私が今まで断捨離をしてきたものを順番にご紹介していくということをやっておりまして、で今回はですね、日焼け止めを断捨離したというお話をしていきます。はい。ということで、日焼け止めなんですけれども、やっぱりこの紫外線というのはこのお肌にとって非常に大敵だというふうに言われて、おりますので、シミとかシワの、原因になるといったところで、やっぱりこの日焼けを避ける、日を浴びる、日光を浴びることをすごい避けるっていうのが一般的な常識となっているんですけれども、顔に塗る日焼け止めってですね、塗ってから、その SPF の値によるんですけども、塗ってから何時間ぐらいの間効きますよっていう、目安があるんですね。その SPF 値が高ければ高いほどその持つ時間が長くなるわけなんですけれども、それってですね、持ったとしても3時間とか4時間ですね。よっぽど強いものを使えばもう少し長く、持続したりするんですけれども、大体一般的なものというか、普段使いできるようなあまり肌に刺激が強くないものといったら、2、3時間ぐらいが、やっぱり限界なんですね。なので例えばですね、朝、起きてお化粧をする時に、塗りますよね。で日焼け止め塗って、でその後ファンデーションとか塗って、で出かけますってなったら、出かけて、出かける1時間ぐらい前に、30分前とかぐらいには、それを塗ったとして、で出かけてからもう本当に 2,3 時間ぐらい経った時、会社にもし出勤するんだとしたら、9時に出勤するで8時に家を出て9時に出勤しましたってなったら、7時半ぐらいにファンデーション、日焼け止めを塗っているとして、8時半、9時半、10時半、10時半ぐらいにはもうほとんど効果がなくなっているわけなんですよね。でじゃあその後、じゃあお昼になりました、じゃあランチ行きましょうと言って、お外に出ますってなった時にはもう効果はないんですね。だけどそれわざわざじゃあお昼休憩だ、ランチ行こうってなった時にわざわざ日焼け止め全部塗り直してから外に出たりはなかなかできないですよね。なので、その時点でもう朝の通勤の時ぐらいしか、通勤するとしたらですね、通勤の時ぐらいしか日焼け止め効果がないってことになります。で当然その後ですね、ずっと時間が経っていって、お仕事が室内の仕事であれば、室内にいる間はいいかもしれないですけども、夕方じゃあ帰りますってなった時、夏場だったらまだ5時6時は日が照っていますので、そういった時もうすでに全く朝塗った日焼け止めの効果はないっていう状態で、帰らなきゃいけないですよね。なのでそういったことを考えると、日焼け止めってまず塗る意味あるのかって思いますよね。よっぽど頻繁に、2時間おき3時間おきとかぐらいに塗り直すっていうことができるのであればいいと思うんですけど、大抵はそれって無理ですよね。日焼け止めだけ塗ってるんだったらいいんですけど、それが液体みたいなクリームみたいなものだったとして、でその後に必ずファンデーションを塗ったりとか、パウダーを塗ったりとかしているので、そのファンデーションを塗っている上からまたブワッて日焼け止め塗れないじゃないですか。化粧崩れちゃうので。で眉毛の辺とかもね、眉毛描いてたりしたら塗れないですし、そういったことできないので、下手に塗り直してしまうとムラムラになっちゃって、ムラムラに日焼けしてしまったりとかしますので、あんまりこの化粧をしている時点でその日焼け止め塗り直すってことが難しい、っていうことがあるので、朝だけしか効果がないってことで、だんだんしかもですね、こういう化粧品というのは防腐剤入ってますけども、入ってないやつとかもありますけどね、あれ結構危険だなと思うんですが、よく冷蔵庫とかでね保管してちょっとずつ使いましょうみたいな、防腐剤一切入ってませんみたいなやつですね。ああいうのは結構この肌の上でどんどん腐敗していってしまうんじゃないかなというふうに思うので、あれもあれで危険と思うんですが、防腐剤が入っていたとしても、やっぱりだんだんこの肌の上で、肌体温高いですから、
ここでだんだん劣化していきますよね。なのでちょっとこう劣化したものをずっとこう肌の上に塗っているっていうので、やはりこの素肌に対してのこう負荷が強いと思うんですね。やっぱりファンデーションよりも日焼け止めの方が肌に対する刺激は強いので、そういったことを考えてもお肌のためを思ってもやっぱりこう日焼け止めってあんまり塗りたくないなっていうのがあります。で、私も昔はかなり当たり前のように毎日塗っていて、もう真冬であろうと雨の日であろうと日焼け止めって塗るのが当たり前ですっていうふうに思っていたので、化粧下地として日焼け止めを塗って、でその上にファンデーションを塗ってっていうことをしていたんですけれども、2年ぐらい前ですかね、もうファンデーションをもうやめていて、でその上で日焼け止めっていうのももう塗るのちょっと面倒だなっていうふうに思ったし、果たしてこれ意味があるのかなっていうふうに、いろいろ考えてですね思ったので、塗るのを一旦やめたんですよね。でそしたらどうなったかっていうと、普通に日焼けはもちろんするんですけども、よっぽどですね、よっぽどその海に行ってガンガンに焼けたとか、そういうことがない限り大体室内の仕事だったりで外に出るのは平日は通勤の時間帯ぐらいとか、そんな感じの生活をしていて、ちょっとね子供と公園に行くとか、外に長時間いるような時はもうつばの広い帽子をかぶってですね、っていうことをしていたら、そんなに言うほど肌が悪くならなかったんですね。逆に変に黒くならなかったというか、自然な感じでちょっと黒くなってで収まっていったみたいな形になってですね。でその後も特に日焼け止めを塗らなかったからどうだったっていう問題は特になかったですね。でよくそのシミは10年後ぐらいにできてくるっていうふうに言われていて、要は今日焼けしてその日焼けした、日光の紫外線によってそのメラニンが生成されて、それが肌の奥の方で生成されて徐々にターンオーバーとともに上に上がってきて、で10年後とか、5年後とかですね、それぐらいに表面に出てくるというふうに言われてるので、もしかしたらですね、去年とか一昨年とか私が日焼け止めを全く塗らなくって、生活していたツケが10年後ぐらいに回ってくるかもしれないんですけども、でもよくよく考えたらですね、これは別に私の場合なんですけども、もう今40過ぎているので、例えば今41歳なので、41歳の時に日焼けしたら、それの、ツケであるシミですね。シミってじゃあ10年後ぐらいに来ますよってなったら、10年後ってもう50とかじゃないですか。もう50過ぎてそんなにシミとか別にいいかなみたいな風に思うんですよね。普通にありますよね。普通あるんですよ、シミって。なのでそこまで気にする必要もないかな。それよりも今のこの快適な生活、一生懸命日陰に入ってで日焼け止めを毎日塗って、で日焼け止めってそこそこお金もかかりますし、そういったものを気にしてですね、楽しい生活を送れないんだったら、もうそういったことを気にせずに、もう今はもう太陽の光浴びるの気持ちいいじゃないですか。それでもう日焼けとかシミとかシワとかを気にせずに、今を楽しんでですね、余分なことを気にせずにストレスをためずに生活をしていって、10年後ですね、50歳過ぎたぐらいの時にシミがいっぱいできたとしても、それはそれでいいやっていうふうに思えるような人生の方が全然いいんじゃないかなというふうに思ってですね、そういった理由もあってもう日焼け止めは一切塗っていないです。はい、なので塗らなくてもねいいんじゃないかなっていうところと、あと塗っても本当に塗るならちゃんと塗らないと意味がないっていうところですね。朝1回塗っただけでは本当に全く意味がないです。朝日を浴びる時にしか効果がないというふうに思った方が、いいですよね。はい、なので、もし塗るとしたらですね、ちゃんと塗り直しをできるものを選んだ方がいいんじゃないかなというふうに思います。で、私は日焼け止め塗ってませんとか言いながらもパウダーは塗っていてですね、夏場は特にやっぱりテカるから抑えたいっていうのもあったりして、このおしろいですね、パウダー、このノブのこれ
を使っているんですけど、分かりますかね。またこれ概要欄に一応リンクを載せて、こういうもんですよというリンクを載せておきますけれども、このノブの、プレストパウダーですね。でこのプレストパウダー、色がナチュラルとルーセントの2種類あるんですけども、私はこの白い方のルーセントっていうのを使ってます。でこれですね、ある程度多少ですけど、本当に多少ですけど毛穴も隠してくれるような、気もしますし、あとは一応これパウダーなんだけど SPF がちょっとあるんですよ。日焼け止め効果が少しあります。なのでこれを日焼け止め代わりに夏はちょっと塗っているっていうのもあります。でこれパウダーなので、プレストパウダーでちょっと汚くて申し訳ないんですけど、こういう感じでパフになっていてですね、パウダーで、塗れるようなものになっている。要は液体とかクリームじゃないんですね。なので、朝塗ってで2時間後塗り直しが全然余裕でできるんですよ。ちょっと3時間ぐらい経ったなって思ったら、少しですねこの辺の油分を押さえて、またパッパッパッパって上から押さえてあげる。もしくはずっと車とか乗ってて、じゃあ外出ましょうってなったら、外出る直前にパパッパッパッパって上から塗るっていうことをできるんですよね。でそれができれば日焼け止め効果持続するじゃないですか。今から日焼けしますとか日に当たりますっていう時に事前に直前にこれ塗れるので、効果がある状態で使っていただけるっていうことがありますので、別にもちろんこれじゃなくてもいいんですけど、パウダータイプの日焼け止め効果があるものっていうのはすごくおすすめですね。これだったら塗り直しができます。液体とかクリームのものは塗り直しがなかなか難しいので、あまり意味がないかなというふうに思います。はい。ということで、日焼け止めは特に塗らなくてもいいという結論に達しました。で手とか足とか、こう背中とかこういうところもですね、こういうところもやっぱり塗るとベタベタしてなんか気持ち悪いんですよね、やっぱり。あと日焼け止めの独特の匂いとか、ああいうのもちょっとね気持ち悪かったりしますので、日焼け止めを大量にこう塗っている人が泳いでるプールとかもなんか嫌じゃないですか。それはもうどうしようもないんですけども、なので、それでねやっぱりその日焼け止めいっぱいこうベタベタ塗ってあるような、肌で子供を抱っこしたりとかしたくないわけなんですよ。なので、手とか足とかそういうのも塗っていないですね。よっぽど外に長時間出るときは、日傘とか帽子とか、あとはちょっと長袖のものを着るとかですねしたらいいと思いますし、あと一番これ重要なのが、あまりにもこうシミとかそういったことが気になるからといってあまりにも、紫外線を防止しすぎると健康面でちょっとデメリットがあるっていうのもあります。やっぱりその日光を浴びないとこのビタミン D が生成されないんですね。なので、あんまりこうずっと室内にいたりとか、外に出ていてもう完全防備でもう真冬でも日傘でやっている人っていうのは明らかに日光不足なんですよね。なので、日光に浴びる時間があまりにも極端に少ないとビタミン B が、ビタミン D ですね。ビタミン D が不足するので、アレルギーになりやすかったりとかですね。いろんな弊害が出てきたり、うつ病になったりとかもしやすいですよね。やっぱり寒い地域、北欧とかそういった地域に住んでる方って日照時間がすごく少ない白夜とかがあって日照時間がすごく少ないので、やっぱりうつ病の方が多かったりするらしいです。なのでそういったことも含めてやっぱり人って日光を浴びた方がいいんですよね。肌にとってはですね、紫外線ってもう悪でしかないんですけども、人間の体にとって健康のことを考えると多少は浴びないとダメな、浴びた方がいいというか、多少は浴びないといけないっていうのがあります。それはですね、ビタミン D を作るためには別に顔に浴びなくてもいいわけであって、手のひらとか、そういったところでもいいので1日数時間とか、季節にもよるんですけども、
数時間は浴びなくていいのかな、数分とかでいいらしいんですが、そういった感じで日光を浴びるってことも大事なので、極端に日焼け止めをしすぎるっていうのは、健康を害してしまうということもありますので、健康的にですね、楽しくストレスなく、過ごしていくためには、極端に、紫外線を気にする必要はないんじゃないかなというふうに思います。で、あと日焼け止めを断捨離することによってその分節約にもなります。はい、ということでですね、今回の動画は以上となります。この動画を気に入っていただけましたら、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。あと概要欄に、このさっき使っているといったパウダーの、リンクも貼っておきますし、あとですね、普段私が行っている発酵糖調味料の教室のリンクなんかも貼っておきますので、もしご興味がある方は、ぜひご覧ください。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。